ご視聴ありがとうございます。今回は、以前このチャンネルでご紹介した中央線12両化に伴うホーム延伸工事の今に迫ります。都心の路線で2両を増車するために行われる大工事の全貌を前回からの変化と合わせて徹底解説します。大掛かりな工事の割に意外と注目されてこなかった理由と、いよいよ来週に迫った一連のプロジェクト初の大工事にも注目です。ここは JR 中央快速線の起点、東京駅です。この路線は東京から西に伸び、通勤電車は大月駅まで運行されているものの、大半が 53.1 キロ先の高尾駅までのため、案内図には高尾駅までの記載となっています。そして今、この路線で進んでいる施策が、これまで最長10両で運行されてきた通勤電車にグリーン車2両を増設し、最長12両にするというものです。過去に常磐線などの近郊路線で行われたグリーン車の増設は、普通車2両との置き換えだったため、編成両数自体は変わりませんでしたが、今回は純粋な増車となるため、それまでホームが10両分しかなかった駅で、ホームの延伸が必要となりました。対象区間は、中央線の東京大月間と、青梅線の立川青梅間。途中の拝島から分岐する五日市線にも一部の列車が乗り入れていますが、こちらは最長6両分までしかホームがなく、12両化の対象外。また、青梅線の奥多摩青梅間も最長6両で、同じく対象外です。そしてここから、各駅で進む工事の様子を見ていきます。最初の駅が、隣の神田駅。起点である東京駅は、以前から最長12両の特急が乗り入れていたため、ホームは12両に対応しているのです。中央快速線にはこのような駅もあるほか、駅の構造などはバラバラなため、駅ごとに異なる方法でホームが延伸されています。ホームに降ります。下り方の先頭部では、延伸箇所のホームがすでに姿を現していました。こちらが、前回訪れた時の様子。ホームの先に場所が確保されただけでホームはまだできていませんでしたが、その当時よりも工事は進み、仕上げこそまだとはいえ、ホームの形状がはっきりわかります。ところで、先端部は下り線側の方が手前で終わっているのにお気づきでしょうか。上り方に移ります。こちらは前回の時点でホームの場所がわかるところまで来ていましたが、屋根も出来上がり、上り線側には壁がついています。前回と比べると、着実に工事は進んでいます。こちら側は幅が狭く、できれば下り方だけで必要な長さを確保したかったようですが、設備的な制約でそうはいかなかったようです。次のお茶の水駅へと向かいます。この駅は、上り方で観光船が快速線の線路をオーバークロスしています。構内は2面4線ですが、上り方では双方の高さがまだ揃っていないこともあり、ホームは下り方にのみ延伸されることになりました。神田駅が上下両方に延伸されていたのとは異なる部分です。一方工事は神田駅ほどは進んでいないようです。この駅ではホーム幅が狭いことによる混雑やバリアフリー化の遅れが課題になっていたため、駅自体の改良工事が数年にわたって続けられてきました。神田川に作業台がはみ出し、それらの工事と並行して進める必要があることから、比較的時間がかかっているようです。一方次の四ツ谷駅は、下り方に改札への動線があるため、お茶の水とは逆に、上り方にのみ延伸されています。屋根は骨組みしかありませんが、すでに展示ブロックの仕上げまで進んでおり、ホームの表面だけを見れば、3駅で最も工事が進んでいると言えます。線路同士の間隔がそれほど広くないため、屋根の支柱が展示ブロックに食い込んでおり、その先では展示ブロックの端が省略されているものの、島式ホームの四ツ谷駅において、上下線の間にホームを増設するというのは理にかなった方法です。設備を移設するなどした事例はありますが、もともとあった土地を活用してホームを延長するのは、ここまでの各駅で共通した方法です。すでに12両に対応している新宿駅を過ぎ、その先へと向かいます。なお、グリーン車増設で2両増え、編成全体では40メートル長くなりますが、実際に延長される長さはこれより短くなる予定です。これは、各駅で編成の前後にある余裕を削ることで、伸ばす長さを40メートルよりも短くなるようにしたためです。現在のオール手動運転のままでは無理なので、中央線の E233 系の先頭部にホーム検知装置が追加され、
タスクと呼ばれる自動で停止位置を合わせる装置も導入されることになりました。もともとある土地を活用することと、タスクの導入でホームの余裕距離を削減し、延長する長さを40メートルより短くするところに、巨大プロジェクトのコストを少しでも抑えたいという思いが見て取れます。シンプルな島式ホームの駅の中には、ホームの前後にあった土地を生かして工事が進められ、前回ご紹介した時にほとんど工事が終わっていた駅もありました。駅によっては進み具合に差はあるものの、工事が手つかずという駅は取材した中にはありません。グリーン車のサービスの開始は24年3月を予定しており、各駅の工事は今が山場です。また、車両面の準備はタスクとホーム検知装置だけではありません。増結されるグリーン車はもちろん、普通車にもトイレが設置されることになりました。2020年3月から設置済みのトイレは全て使えるようになり、長距離列車も多い中央線においてサービス向上が図られました。東京駅から数えて12駅目、中央線各駅停車の終点である三鷹駅では、駅の上り方にある留置線が12両対応に延伸されるのと並行して、上り方にあるダブルクロスポイントがさらに上り方に移設されました。これは下り方で車両基地への入出庫線が分岐しており、下り方にホームを延伸すると、さらに複雑な配線変更が必要となるからです。以前はダブルクロスポイントのところで徐行していたのですが、現在では徐行はしないようです。ただし三鷹駅では、私の乗っていた列車が入線した下り対比線のみ、下り方にも少しだけ延伸されています。上り方にある別のポイントとの距離の兼ね合いで延伸する長さが制限されたのが理由らしく、もともとある土地にきれいに収める苦労が滲んでいます。一方ここから先は、また状況が違います。以前別の動画でご紹介した、廃止が決まった中央線の名湖線橋を眺めながら、列車は10年余り前に高架化された区間へと入ります。その最初の駅である武蔵境は、ここまでで初となる相対式2面2線の構造です。対向列車で見えにくかったですが、この駅の延伸部分は互い違いになっており、上りホームは下り方に延伸されています。延伸部分はもともとあった部分よりも幅が狭いようで、ホームの後ろには機器が置かれたままになっています。そして下りホームは上り方にのみ延伸されていますが、上りホームにご注目。そう、上りホームは先ほどの部分だけでは長さが足りず、上り方にも延伸されています。また、延伸部分にはある特徴があります。高架線が作られた当時は12両化の計画がなかったため、高架橋はホームの荷重を考慮した設計ではありませんでした。下り方に伸ばされたホームの荷重は、高架橋の外から出した部材で支える構造になっており、材質が異なるため違いが目立ちます。一方隣の東小金井は、上り方が島式ホームの2面3線の国鉄型廃線と呼ばれる駅です。上り線側は下り方に延長されたものの、この奥にある中線と下り本線をつなぐ分岐器が延伸部分に重なっていたため、分岐器を下りに移設する工事が行われました。枕木は今でも左に張り出しており、移設前の分岐器や線路の位置がよくわかります。また、この駅の下りホームは下り方への延伸だけでは足りず、上り方へも少しだけ延伸されているなど、駅の特性に合わせた方法が採用されています。そしてこれらの工事には、ある共通点があります。もともとあった土地にホームを設置するときは、終電から始発の間に工事を行い、列車を運休することはほぼありません。以前このチャンネルでご紹介した山手線渋谷駅や京浜東北線浜松町駅のホーム拡幅工事とは大きく違います。先日お目見えしたグリーン車は公衆輸送から試運転から注目度抜群なのに対し、ほぼ全ての駅が関わるホーム延伸工事がそれほど注目されないのは、この工事がひっそりと進んでいるのも理由かもしれません。ただしこれはあくまでここまでの話、都心よりも苦労の跡が伺える工事ですが、実はハードな工事は、むしろこれからご紹介する郊外の区間に集まっています。ここは、青梅線が分岐する立川駅です。中央線系統は3面6線で、直通列車を除けば1番線と2番線が青梅線、それ以外が中央線です。ホーム延伸の対象は、1番線と2番線、そして中央線の対比線にあたる4番線と5番線です。これらの工事は順調に進んでいますが、本題はこの先の青梅線内。青梅線内も青梅までは12両化の対象であり、着々と工事が進む駅が続く一方、
立川から5駅目、上り線の横に留置線が並ぶ拝島で、変わった光景が見られます。左に分岐する線路の奥にあるホームは手前が削り込まれ、その部分からはカーブを描くレールに向かって、パイプが何本も伸びています。その先にあるホームは、手前の部分の仕上げが奥とは違い、土台からせり出すようになっているように見えます。先ほどのホームは、青梅線のホームの横にある、五日市線の専用ホーム。上り方に進んでいくと、ホームの端の仕上げが異なり、ホーム自体もせり出しているのがわかります。そしてこの場所で行われたのが、昨年11月の12両化の中で有数の規模となった工事です。上り方にホームを延伸するため、留置線との分岐箇所の線形を変えるもので、およそ120メートルにわたって線路が移設されました。これに伴い、土日の終日と月曜の朝6時頃まで、拝島駅を発着する列車に時刻変更が発生しました。対象は青梅線と五日市線だけでなく、接続する八高線の一部列車も含まれています。そしてこの工事には、ある特徴があります。このホーム自体は工事期間中も共用され、普段は上り方に停止位置を寄せているところ、期間中だけ下り方に寄せて工事エリアとの距離を取り、列車の運行を可能にしました。10両分あるホームに対し、五日市線の列車が最長6両であることを上手に利用した方法です。なお、五日市線はグリーン車の増結後も最長6両で、線内の他の駅では、ホーム延伸は行われません。その五日市線のホームのために大掛かりな工事になるというのが、少々意外な話です。一方この上り方、先ほど見えた留置線も、12両化に伴って整備されたものです。そしてこの理由は、ここから離れたとある駅にあります。それが、中央快速線の多くの列車が折り返す、高尾駅です。駅の北側にあった留置線を12両対応にするにあたり、先には駅舎があったことから下り方に延伸できず、上り方の線路の配置を見直して長さを確保することになりました。そのため、もともと5本あった留置線を維持できなくなり、代わりの留置線が必要になったというわけです。5本のうち、一番奥はすでに線路が剥がされたほか、上り方では枕木も交換されるなど、この辺りに分岐器を仕込む未来が見えてきます。案外地味ながら複雑な歴史と未来を抱える高尾駅の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。拝島の工事では、時刻変更のみで運休はありませんでしたが、列車の運休を伴う工事が、実はその隣の駅で行われていました。下り線が左に膨らんでいるのがわかります。この牛浜駅では、ホームの上り方すぐに踏切があったため、下り方への延伸が決まりました。ところが下り方では、線路間隔が狭くて島式ホームを作れなかったため、下り線を左側に移設して幅を確保することになりました。この工事はおととし11月に行われ、週末土曜の夜9時頃から日曜の朝6時40分まで、拝島青梅間の全列車が運休になり、バス代行が行われました。所要時間は通常20分程度のところ、代行バスは75分。また、下り方で切り替え範囲と干渉する踏切も、工事時間帯は通行止めになるなど、一連の工事の中では影響の大きなものになりました。延伸されたホームには入れますが、上りホームの後ろ2カ所分にはドア位置の案内がなく、この辺りからの乗車は避けて欲しそうにしているオーラが漂います。そして4駅隣の壁駅では、ホームの延伸だけでなく、増設も進められていました。もともと留置線があった場所を作り変え、ホームを仕立てたのです。前回は基礎も途中でしたが、すでに綺麗に仕上げられ、骨組みだけだった駅舎への階段も完成するなど、1年足らずで大きな変化を遂げました。拡張された駅舎は途中で仕切られ、中には入れませんが、内装もかなり出来上がっており、工事はハイペースで進んでいるようです。そしてこのような工事が必要になった理由と言われているのが、隣の東青梅駅です。牛浜駅と似たような一面二線の島式ホーム、上り方には踏切があります。かと思いきや、駅直前の上り線に分岐器の根元があるのがわかります。一方下り方では上下線の線路が合流し、この先では単線になります。青梅線では次の青梅駅で列車の系統が分けられ、一部の列車を除いてそれぞれに折り返しますが、駅間の線路は東青梅を出てすぐに単線になります。そしてこの下り方がポイントです。踏切があって延伸できない上り方ではなく、下り方に延伸するにあたり、この線路の存在がネックになります。
線路の間に島式ホームを伸ばすことができず、かといって線路を移設する場所もなかったため、下り線を丸ごと潰してホームを伸ばすことになったのです。登り方にあった分岐器は、駅の手前で線路を単線にするためのものです。前回訪れてから1年近く経ちますが、この分岐器の周りは前回から変わっていないようです。ちなみに東青梅駅には、ホームの延伸拡幅が行われた痕跡が随所に見られます。ここから見るとホーム幅がかつては狭かったことがわかり、さらに登り方では、ホーム終端の展示ブロックが移設された痕跡もあります。度重なる改良でしのいできた東青梅駅でしたが、今回ばかりは対処できなかったようです。ホームの延伸にあたって行われた線路の移設や削減、そして新ホームの建設、列車の運休や時刻変更もあるなど、中央線よりも動きの激しい部分も少なくない青梅線ですが、その真打ちとも言える駅が、この先に待ち構えています。東青梅を発車です。単線になってほどなく線路の勾配が大きくなり、両側に住宅などが並んでいたこれまでの車窓とは違います。およそ3分で終点の青梅に到着です。するとその手前で線路の周りが真っ白になっています。これはもちろん雪ではなく、線路の砂利を袋詰めして敷き詰めたもの。線路工事の際に砂利を手際よく移動できるようにするための準備です。その先には線路脇に真新しい分岐器が置かれています。それも2台。かと思いきや、その奥にあるものも含め全部で3台あります。そして下り方にも何やら工事の予感がする光景が。砂利が白い袋に詰められた場所は登り方よりも広範囲になっており、下り方には徐行信号もあります。その先で線路が合流するところも真っ白になっており、大掛かりな工事の予感です。隣の番線から下り方を見ると、ホームの端は仮設のタイプになっており、右側に2段重ねの線路が用意されています。そのさらに右側にある端が曲線状になったホーム。工事のシナリオがなんとなく読めてきます。今度は駅の外に出て、下り方にある踏切から見てみます。上り方の踏切と被っている分岐器をこの踏切の手前あたりまで寄せ、合わせて一部の線路を左に移すことで上下線の間隔を広げ、ホームを延伸するスペースを確保するようです。なお、左側の線路の上に乗っている別の線路は、下り線の線路として使用されるもののようです。中央部分に枕木がないのは、ここを踏切にはめ込むのが理由のようです。ちなみに現在の一面2線のホームの北側に建設されているホームは、2014年に設置が決まったものです。乗り換えの利便性向上のため、一面2線を2面3線にする予定でしたが、後から12両化の計画が決まったため、工期が長引いています。そして上り方でも分岐器が交換されることになっていますが、これらの工事は終電から始発では施工しきれません。そのため、10月15日土曜日の午前0時半頃から、翌16日日曜日の午前3時頃まで工事が行われ、15日土曜日に青梅駅を発着するすべての列車が運休になります。一連の工事で、日中にこれだけの列車が運休になる事例は、今回が初めてです。折り返し運転の関係上、2駅ずつ離れた壁駅と日向和田駅の間が運休になり、バス代行になります。普段は接続が良ければ10分強で着きますが、代行バスは30分かかり、道路事情にも影響されます。また、IC カードのチャージ残額で運休区間内の駅を利用する場合、事前に乗車券を買う必要があります。一方この資料では、上り方では2つの分岐器が交換される表記になっていますが、上から見ると、手前側の分岐器の周りの砂利は、まだ袋詰めタイプになっていないようです。右側にある巨大袋でしのぐのでしょうか。なお、運休区間以外のダイヤが気になりますが、この動画を作成している時点で、再び調整中となっています。一つの山場を迎える中央線の12両化。今回の工事は JR 東日本管内で広く告知が流れています。すべての工事が無事終わり、サービス向上が図られるといいですね。ご視聴ありがとうございました。